やってくか。覚悟の裏に目上げ。まずもったいないことしてんのが、このフレームと、この仮面のね、持ち手のやつ。これが被ってるせいで、急にここに、なんやろこの唇みたいなものって思ったもん。ここで、まず、遠近がぶっ潰れてる。せめて少しはみ出して、この辺りに空間つけるだけでも全然違う。ここにマスクみたいなのがあるんだね。パッと見た人にはこういう風に見えるわけよ。まずはここやな。あと、表情もちょっとわかりづらいな。泣いてるっていうのがね、あんまり伝わってこうへんかな。多分これ泣いてるのってすごい重要やと思うねんな。なら、涙が伝うっていうよりかは、顔の表情は泣いてるようには見えへんけど、涙を溜めているっていうところの方が重要やと思うねんな。溜まった涙の方に影入れた方が、サムネ的にはなんか泣いてるのかなっていう風に見えるわけ。これなんでかっていうと、人って涙のシルエットっていうのが見えんねん。今、こんな感じ。これだけでなんか泣いてるように見えへん。これ涙って言ってないよ別に。でも泣いてるように見えへん。例えばこれを撮るで。泣いてるように見えへんよな。これだけで見えるやろ。何をしたかっていうと、遠目で見た時にこのシルエットをつけてん。じゃあ涙が伝わる。どれだけ人っていうのがこの輪郭だけで捉えてるかってことよ。角とかもすぐ終わっちゃってるように見えるわけよ。角かってもっと先っぽ繋がってたんだとかね。わかるようになるでしょ。そういうところかな。まあ次。まだ近づけてもよかったな。これぐらい全然近づけてもよかったぐらい。この課題で特に大事なのは、目の前にあるっていう風に思わせることやな。ってなってくると、顔より2倍の大きさで手があったり、足があったりすると、目の前に存在してるのかもしれないっていう風な雰囲気になる。なんなら足だけもっとでかくしてもらう。顔2つ分ぐらいの大きさやと思うんだけど、これが。そんな違和感ないやろ。なんならもうめっちゃ足近づいてきたなって感じがするやろ。これぐらい全然ね、やってもいい。なんならこれの方が絶対にリツイート取れたと思う。やっぱね、ドキってするとか、うわってなった方がね、リツイート上がるから。共感やからね、結局は。じゃあ次。建物の雰囲気的にはいいけど、床の平面っぽさが分かりにくい。適当な大きさのブロックっていうことで多分やってると思うんだけど、これのせいでね、ちょっと分かりにくくなってんな。こんな感じでやってる方が、地面分かりやすくならへん。だんだん遠くになっていくことによって、ちょっとずつ大きさが変化してるから、遠近が分かりやすいのと、あとは、このパース、流れの方向が分かりやすくなるから。ちょっとここ低かったかな。この地面と椅子の高さが。で、しかもこの屋台のところ、中にしては、ここが近すぎたな。こののれんぐらいまで近づいてきてそうじゃない？入った瞬間に机会みたいな感じになってて、距離感が近すぎたかな。のあたりかな、このイラストで言えることは。の方が距離感出たかな。ホムナント、オリジナル VTuber。いいね。これせっかく切り分けてるやん。だから、ナイフ的なものは欲しかったかなって思ったかな。ギャップにもつながるかな。押しマークが間違いなく、リンゴとナイフみたいなのとかも全然いけると思う。そうなってくると、リンゴも売れるし、ナイフのアクセサリー的なもんとかもね、グッズ化できそうやしね。これはいいでしょ。OK、合格です。次、デザインはね、よくできてるけど、どれグッズ化するっていう感じ。これめっちゃ重要やで。VTuber って結局、商品みたいなもんやから、身近で使えるかとか、ちょっとつけときたい、みたいなのがすごい重要なのね。例えばやけど、今これ、こういう形になってるやんか。でも、安直やけど、こんな感じにしてたらさ、欲しくならへん。猫みたいな感じで。こんなんが必要やねん、実は。こういうところにつけるのとかでも、猫マークみたいなのをちょっとつけといて、ここに、にゃーんとかつけてても全然いいねん。こういうのとかストラップとかにもなんか使えそうになってくるやんか。VTuber のデザインするときに、こういうアクセサリーだったら持ちたいなって思うもの、一つ入れてみるといいよ。それがだからシンボルマークみたいになってたりするし、強いよねと。これは合格でいいでしょう。次行こうか。照りはちょっとなんか怒りにも見えるかな。口をムッとしすぎなのよ。このキャラっぽく照れさすって言うんだったら、口をつぐむ感じかな。ここを力入れてるのも怒りっぽい要素になってるところやな。嬉しいような悲しいようなっていう感じやから、こんなに眉毛はクイってやらん方がいいかな。ちょっと口開けてても全然いいしな。この赤線とかももうちょいきつめに描いても全然 OK。ちょっと嬉しそうにしてても全然いい。照れやしね。最初のこの感じだったら怒ってるって感じがする。怯える時っていうのも、怖がってるって、驚いて怖がってるっていう時やから、少し引き気味にするイメージで、ちょっと目小さくする。普段より。すると、怯えが増す。三白眼っぽくするって感じね。見比べてみたら、こっちの方が怯えてる感じがするやろ。こんな感じかな、俺がやるんだったら。こういう顔でも OK かなということじゃな。じゃあ次。
これぐらいだったらまあまあいいでしょう。まあさすがにここ平べったいのはすっごい違和感があるけどな。もうちょっとジグザグにしてるとかだけでも全然違うのよ。自然っぽくするにはね。台形っぽく見えるけどどことなく台形っぽく見えない。ちょっとベコって出てるようなんとかを付け足すと、それだけで自然っぽさが上がるよねと。これをさ、パッてやったら急にっぽく見えるやろ？大きさとかをなるべく揃えない。こういう風にちょっと角つけていったりしたら、だいたい同じ比率のあたりとかでやっちゃってん。思ってる以上に。そういうところをね、揃ってないか意識をしてね、自然物を描いていきましょう。いいですね。これはなんでダメなのか。キャラクターたちが全然パースに沿ってない。例えばここの椅子のパースを取ってみよう。こうやって。こっちでこう、同じところにあると思ってやってみようよ。じゃあ、彼の足どうなってんの？せっかくこんだけ大人数書いてんのに、この足元の位置のせいで、バラバラになってんの。距離感が。この女の子の足が、手前の椅子のこの、ど真ん中ぐらいにあるやん、これが。どんな椅子の配置の仕方してんのよと、これとこれと同じ椅子の配置なんやろ？こういうのは素人でも変なのはわかるけど、何が変なのかはわからないっていう状態がこれ。だから、伸びないのよ。しかも、こっからここまで距離あるのに、このキャラクターの大きさとかも全然変わってないやん。一番奥の奴らがめっちゃでかい人に見える。そこを直すべきやね、今後。次。後ろ。このイラストって、パッと見た瞬間に、顔がここにあって、札の動きがこう動いてるじゃん。パッと見た印象で、こう傾いてんのかなっていう印象が出てくるわけよ。ここで、この奥行きが欲しいねんけども、こいつでズバって切られてる感じ。だから、このあたりの手前の勢いをぶち殺してんのよね。ここがね、多分評価が落ちたポイントかな。ここの日の印象は、手前に持ってきたらよかったかな。この札の流れももう一回追いかけやすいように、ここになんかもう一つ欲しかったかな。鳥みたいなのがいてんねんたら、ここのシルエットはきつくしててもよかったかな。で、このキャラクターの軸が左にそれてるから、こんな感じかな。火もここまで近づけといたら、これで一周するかな。ぐるーっと。こんな感じかな。俺が描くんやったら。次、右。こっちの手がよろしくないな。出てくるところが間違ってる。だって今、この指先がちょっと見えてるやろ？ここのデコボコの角度逆にならへんか？今こっち側上がってるんだったら、こんなものを持たないと、こういうのは当たり前のようにしないと。こんなボンミスしちゃったらダメだね。実際ここも、まあもうちょっと下がるかな。やっぱりこっち側がでかくなる。基本的には人差し指から小指に向かって下がる。上がることは基本的にはない。こっちで握ったんだったら、だんだんと小指側は低くなっていく。なんか俺はもう一回やな。次さぎり。キャラが低い。この世ね、一発で良くしてやろう。これだけでいい。このキャラクターたちをパッと見たときに、特にこの二人は偉そうな感じしてるやろ？みんなの目線ってこのあたりやな。このイラストをパッと見たときにこうなってるけど、ここより下に見た感じが、こういう風な目の動かし方をしたと思うね。だけどこうなると、目線がさっき、ここやったやろ？ちょっと上に上がってるやろ？偉そうに見えるやろ？こっちの方が。同じイラストやけど全然印象が変わってくるやろ？これが構図に対しての視線誘導というものだ。坂どんね、襟の向きが間違ってんのよ。この襟の向きって、こう持ち上がってるわけよ。例えば、この襟やったりすると、これは俯瞰になっちゃってんのね。そうじゃなくて、襟も、今、これは、上にこう向いてるわけやから、襟の形もこういう感じになるわけ。これをもし円で結ぶんだったら、こうならなきゃいけないわけね。ここから、この円になって、こんな形の襟になるわけ。だからネクタイの位置かってぐっと上がらなあかんわけね。こういうあたりに。ここの書き方がね、間違ってんのよ。だからそのままなんかこう、襟つけてると思うけど、この襟って線をなぞっていくと、こういう穴になってるわけやから、本来これがまっすぐ繋がってたんだったらね、今これは下に下ろしてるからこうなってるけど、そのまままっすぐ繋がってるんだったら、見上げる穴になってるはずやんの。これが書けてないかな。で、これを参考にしてるんであれば、鼻の上が見えすぎ、下を見せやなあかんわけよ。縦線の鼻先を見せたらあかんのよ。で、口も上に上がるって感じにしないといけんです。鼻筋見せんとこの鼻の下をね、ピッピッと見せればいいな。それだけで印象は変わる。そのあたりかな。次。持ち方としてはいいねんけど、なんかもちもちしてもうてるやろ。指見たらわかると思うけど、指の太さって別に小指と人差し指でそんな大して変わらんくない？これの原因がなんで起こるのかっていうと、回り込みも全部書いちゃうんやけど、こんだけ見えてるやん。これがこう見えちゃってるのよね。指って実際な、細かくしちゃったらこうじゃない。本来は。小指の場合やったら、この真上しか見えてないのね。だけど、こっちの場合やと、小指と同じ感覚で書いちゃってるせいで、こんな感じになってるわけよ。
そうじゃなくて、こいつらも本来こうあるべきなのよ。この小指の太さでこうあるべきなのよ。だからこれって、なんか指太くなってるんじゃなくてめっちゃ隙間空いてもうてんねん、これ。それをくっつけてみましょうと。これの場合やったらこっちから書いた方が楽やな。上の面が見えてますよと。じゃあこっちの上の面はここよな。で、次にこれについて上の面を書く。で、上の面を。あとはこれの通りに書くと。ちょっとこっちの方が出てて、こっちが沈んでってなる。で、この辺でまあ隙間は多少あるわ。この辺とかにね。だけど、最初はこの感じで書くと。上の面、上の面、上の面って書ける。じゃあ、こじんまりとしたお手手になるよな。で、ちょっとここには隙間ができるよねってぐらい。で、ここから、もうちょっとちゃんとした手にするんやったら、この上の部分を消す。この上の部分を消して、この辺りとかにピッピッピッと書けば、ちゃんとお手手になりますと。手とかを書くときは全部繋げたりしない。やっぱりちょっとくっついてる部分とかがあったりするから、こういう関節の部分とかはあまり書かずに、こんな感じで握った手ができますよというお話じゃん。まあ次。まあ課題としては合格かな。ここでまだもうちょっと取れた感じやったりすると、コミック的な印象とかを入れるとかやな。これぐらいやって、顔の方だけはもうちょい明るくしてもらえばよかったかな。はい、次。ズムこれ、今までで一番じゃないのか？これは、いいね。タイトルバッチシ。いいですね。花丸ですね、これは。で、しかも、こういうキャラを入れてるのもすごらしい。言うことないな。と、あれかな？もうちょい、晴れなら晴れっぽくっていう感じかな。ちょっと色味がね、いつも薄いから、そのあたりぐらいかな。よし。10万いいねなんてめったに取れんからね。超花丸やね。ネタもバッチシ。質問太郎です。目指す絵柄の方向性が定まりません。表現したいものが自分の中で明確でないことが問題なのだと思うのですが、掲げ先生は自分の画風を定める指針はどのように意識されていますか？定まらないんだったら別に定まらなくていいです。定まるまで探しゃいいだけの話です。単にまだこれだっていうものが決まってないっていう状況やろ？無理やり決める必要あるのかっていうことやん。で、しかも、それって、俺別に定まってないよ。人が勝手に定まってると思ってるけど、定まってないからね。定まってしまったら終わりなのよ。定まるというよりかは、この人はあたりに喜んでもらいたいなってやったら、方向性なんてものは自然と向いていくもんなのよ。絵柄を定めるっていうのは、ターゲットを決めるっていうこと。今配信やってんのもそうやん。今俺はイラストの初心者に対して配信してるやろ。こういう子たちによくわからない専門用語の話をするかって、どんな人たちのために書こうとしてるのか曖昧なままってなだけの話。それは個性もへったくれもないよな。誰のために書こうとしてるのか決まってないんやから。質問太郎です。今は高校生で小さい頃から絵を描いていて、去年から絵を本気で上手くなろうと練習しています。ですがイラストのクオリティにばらつきがあり、高クオリティのイラストを描くことがなかなかできません。どうすればよいのでしょうか？クオリティにばらつきがありって言うけど、じゃあモチーフとかって全部一緒なんか？毎回同じもん描いてんのか？毎回初めて描くもんばっかりなんじゃないの？それに高クオリティなんて出せると思うか？何回も安定して描けるのは、イラストレーターさんとかも顔を描く前に何万回も顔を描いてるから描けるんであって、全然描いてないよ。どうやってそれでさ、同じクオリティ出すのよ。回数が足りてないだけやん。質問太郎です。絵描き歴2ヶ月、21歳です。専門学校では4時間30分、家では4時間クロッキー、教科書模写、写真模写などを手広くやっております。最近、描いていても成長が感じられずに焦りを感じて絵を楽しめなくなっています。どうすればいいでしょうか？何のための練習なのそれ。練習してるだけやん。一番意味ないことやってる。何を書くか決めてない練習なんてものは無駄です。君は今何かこういったキャラクターを描きたいだとか、その子を描いた時に課題として、あ、こことか下手くそだな、あ、この辺まだ理解力足りないなってなってからようやく練習ってするの。何にもぶつかってないのに、ただ練習してたらそれ上手くもないよ。上手くなるのはイラストを描いて、完成し終わった後にようやく上手くなる。練習をやめてイラストを描くということをしなさい。赤毛先生のメンバーシップに興味があります。入会に迷っているのですが、イラスト添削は受けられるのでしょうか？また、どんな添削でしょうか？メンバーシップは、帝国民プランと親衛隊プランの2種類があって、帝国民プランはメンバー限定のイラスト添削配信や座学動画が視聴でき、普段の配信中にイラストの質問ができます。親衛隊プランは帝国民プランの内容プラスクエスト添削が受けられます。イラストの添削を受けてみたい人は親衛隊、イラストの知識だけ欲しい方は帝国民プランがおすすめです。で、気になってるであろうクエスト添削とは？
メンバーがお絵描き初心者ゴブルスとなって自由にイラストを描くのではなく、様々な課題イラストを描いて合格することが目的の添削だ。ランクアップシステムがあり、決められた課題をクリアすることで次のランクへ進むことができるぞ。初心者から立派なイラストレーターにランクアップを目指すイラスト添削になっている。かかげさんは支援してくれた人にはこれからも正直に絵のことを答えていきます。入会した人いたら概要欄に視聴必須の動画があるから必ず見といて。ほな、限定配信でお疲れさん。